どうも、フリーキャド速攻解決ティップスのコーナーです。よくある疑問点や使い方などを速攻で解説します。今回は、形状破綻を防ぐための4つの鉄則を解説します。実は別の動画で解説済みなのですが、改めて当動画でまとめます。フリーキャドで複雑な形状を作っていると、最後の結合で突然エラーが出たり、ファイルそのものが壊れてしまうなど、経験はありませんか？これはフリーキャドが内部で扱っている BREP、つまり形状の計算が限界な状態になっているためです。形状が複雑になるほど、わずかな不整合が積み重なって、最終的に破綻してしまいます。ということで、今回はモデリングを行う際に必ず守るべき形状破綻を防ぐための4つの鉄則を解説していきます。最初の鉄則は、工程ごとにチェックジオメトリーを実行することです。形状をコピーした直後や、ステッチを変更した直後、あるいはフィレットなどの形状が変化する操作を行った直後など、節目ごとに必ずチェックをかけてください。フリーキャドは多少の不整合があっても、その場では作業を続けられてしまうことがあります。しかし、その小さな不具合が、後の工程で大きな問題となって、フィレットが突然失敗したり、ブーリアン演算が固まったりします。特に怖いのは、エラーがどの段階で発生したのかわからなくなることです。数十ステップ前の操作が原因だった場合、修正はほぼ不可能になります。チェックジオメトリーは、いわば健康診断のようなものです。早期に異常を見つけておけば、原因の特定も簡単で、修正も最小限で済みます。工程ごとに、エラーなしを確認する習慣をつけることが、複雑なモデルを安定して作るための第一歩です。次の鉄則は、作業途中のリファイン、プロパティを必ずフォルスにしておくことです。リファインは、不要なエッジを消して見た目をきれいにしてくれる機能ですが、あくまで見た目だけです。内部的には、面の統合処理を行うため、トポロジー ID、つまり、面やエッジの識別番号が再割り当てされます。この再割り当てが問題で、後続の工程が参照している面番号が突然変わってしまいます。これにより、フィレットやステッチの参照先が消えてしまって、モデルが崩壊する原因になります。フリーキャドのモデル破綻の多くは、このトポロジーの揺らぎによって引き起こされます。リファインは最終的な仕上げとして、最後にトゥルーにするだけで十分です。途中段階では、見た目が多少、ごちゃごちゃしていても、内部構造が安定している方が、はるかに重要です。3つ目の鉄則は、ある程度工程が進んだら、ブーリアン結合で、形状を一度確定させることです。ブーリアン結合は、単に形をくっつけるだけの機能ではありません。フリーキャドにとっては、バラバラだった部品を一つに溶かし合わせて、モデルの構造そのものを根底から再構築します。リファインは、見た目の線を掃除するだけですが、完全に一つの塊、ソリッドとして定義し直すのが、ブーリアン結合です。複雑なモデルでは、個々のパーツが持つ計算履歴が積み重なって、内部的に非常に不安定な状態になります。ブーリアン結合を行うことで、内部の計算履歴をリセットして、より単純で安定した形状として再構築できます。これはゲームでいうセーブポイントのようなもので、後の工程で問題が起きた場合も、ブーリアン結合後の状態に戻れば、復旧が容易になります。ブーリアン結合を行った後は、必ず再度、チェックジオメトリーを実行して、エラーがないことを確認しておきましょう。最後の鉄則ですが、どうしてもブーリアンが通らない時の回避策です。パーツ同士の面を完全に 0mm で一致させないという方法です。デジタルの世界では、理論上の 0mm の一致は実現できません。計算誤差の範囲で接しているのか、わずかに離れているのか、あるいは重なっているのかが曖昧になり、フリーキャドはその判断に迷ってしまいます。その結果、極端に細いエッジや、ほぼゼロ幅の面が生成されて、これが形状破綻の大きな原因になります。これを下げるためには、0.01mm 程度で良いので、意図的に、わずかに重ねる、か、わずかに離す、ようにしてください。このわずかな調整だけで、ブーリアン演算の成功率が向上します。
ただし、あくまでどうしようもない時の最終手段だと思ってください。設計精度を犠牲にすることになってしまいますので、基本的には鉄則1から3で解決して、それでもダメな時の奥の手だと思ってください。以上の4つの鉄則を守るだけで、フリーキャドでの形状破綻は大幅に減らせます。複雑な模様や大量のパーツを扱う場合でも、まずは健康な1ピースを作り、それを安定した状態で増やしていくことが重要です。当チャンネルのフリーキャド記録シリーズの動画で実際の操作手順を公開しています。概要欄にリンクを貼っておきますので、ご参照ください。今回の速攻 Tips はここまで。ご視聴ありがとうございました。